おはようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、千葉への移住をおすすめしたり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く設計現場での学びを共有しています。これから生き残る設計者マインドから図面の描き方といった、実務的に使えるネタをお話ししています。今日は断面図で建築設計とインテリアデザインの違いが出やすいよねっていうテーマでお話しします。建築とかインテリアとか空間をね業務的に分けたくないのが僕の本音なんですが、実際にやってみて違うっちゃ違うよねって感じるところが断面図を書くときにですね結構多いなと思ったので共有しておきます。どっちがね建築とインテリアどっちが上下とかいいとか悪いとかそういうのは別にどうでもよくって、そういうことじゃなくてですね、違いを知っておくってことが結構大切なんで学んでおきましょうねという放送にしたいと思います。結論から言っちゃうと、断面図には、空間構成がね基本的には書かれていて、インテリアデザインより建築設計の方がデザイン的にね結構自由度が高いんですけど、法律とか設備とか構造といった制限が結構あるよねっていうお話が、今日の本題です。で、断面図って空間構成を考える上でとても大切な図面なんですよね。で、その空間構成って何って思いません？なんだその空間構成ってで、僕が思うにはですよ、違うかもしれませんが、空間の高さとか奥行きとかそのスペース自体の大きさや各空間同士お部屋同士のつながりとかですね、吹き抜けとかですね、それのつながりなどからどのようにね空間を人が使って体感していくのかっていうのを考える大切なこと、空間構成みたいなことかなと思ってます。で、インテリアデザインはすでに建築空間があるのでね、インテリアデザインをやるときにはもう建築空間ってあるからインテリアデザインっていう仕事があってやろうとすることだと思うんですけど、建築的に空間構成は出来上がってるんですよ。だからすでに。で、そこからインテリアを作っていくので、その建築的な制限はもちろん出てきますよね。だけどですね、そのインテリアデザイン次第で空間体験が大きく異なるっていうのも事実なんです。それは形だけではなく色とか質感、光全て、使って心を引きつけるような空間を作ろうねという試行錯誤をねするからなんですよね。で、建築設計もインテリアデザインも共通して言えるのは制限があるからこそその時代その場所で素晴らしい空間ができると思ってます。で、制限にはね空間範囲っていう意味でもそうなんですが、クライアントのご要望とか立地環境もそうですし経済的状況なども、制限にあると思います。いろんな制限ありますよね。で、何でも自由に作っていいよなんてことはなかなかないんで世の中で、断面図の話を戻すと構造的な観点も異なると思うんです。建築はまず倒れちゃいけないですよね。地震が来ても台風が来てもその自然に対して耐えうる機能が求められているってことですよね。その点に関してはインテリアデザインはすでに担保されているわけです。なのでより自由な発想でね空間を考えられないといけないってことにもなります。その分使う人やその空間に求められていることを表現しなければ価値がねないって言えちゃうんですよ。価値与えられてないですからね。断面図にはその構造的な部分も書いていくってことです。あとは温熱環境ですよね。断面図見ると決まってます。断熱ってやつですよね。これも建築設計では関わってくるんですよ。インテリアデザインでそこまで気にしているデザイナーっていないと思うんですよね。
建築設計者であればここは気にするポイントになってきます。最後に法律的な観点から、都市部であればね、建築物の外形制限とかも出てくるんですよね。形ですよね。これも建築設計ならではですよね。北側車線とか道路車線とかって言葉だけ聞いたことはありません？ないですかね。隣の建物に日陰落としちゃいけないよねみたいな、街並みは合わせましょうねみたいな法律ですね。地方の山奥でそういう法律が緩かったりするんですけど、都市部ではめちゃくちゃ厳しいんですよね。こういったことも断面図にはかかってくるかな。で、ここまでお話をしてみてね、聞いてみてですけど、断面図って機能面や作り方を書いていくのに重要な図面って分かりません？自分はインテリアデザイナー志望だから、関係ねえやと思ってません？インテリアデザインをする人もこの辺の知識を知っておくと何かと便利ですよ。本当に僕やってみて思いましたもん。だって建築図見ながらインテリアデザインを始めますよね。建築図を見てもよくわからんと、理解できないってことになっちゃうと、信頼も得れませんし、とても危険ですよね。自分も知らないうちに構造を壊していたり、建築性能を落としていたり、法律を破っちゃったりするかもしれないんですよ。今日はね、断面図で建築設計とインテリアデザインの違いが出やすいよというテーマでお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。断面図って重要でしょ。結構結論はね、断面図には空間構成が書かれているということを知っておいてほしいのと、建築設計の方がデザイン的には自由度、要は範囲は自由なんですけど、形自由なんですけど、自由とは言っても法律とか設備とか構造といった制限があるんだよということなんですよ。これからの時代、日本はね、どんどん制限が厳しくなっていくと思います。少なくとも僕が設計を始めた20代の時に比べたら、現時点でめちゃくちゃ法律も構造も設備も厳しくなっていると思いますよ。この流れは今後もっと厳しくなるはずだと思ってます。なりますよね。で、内装設計もね、今後資格ができ始めるかもしれないですよね。これないと、この人のハンコもないと内装設計しちゃダメよみたいな、一級建築士みたいなやつですよ。香港行った時ね、そういえばもう飲食店の内装設計には資格は必要でしたよ、実際。だから直接できませんでしたし、そういった意味でも建築デザインをするプロとしてですね、空間づくりに必要な知識は最低限度持っておくべきだと思いませんかね。少なくとも壊れそうだな、これ大丈夫かなみたいな、感覚的にやばいなっていう気づける知識だけでも身につけておかないとダメだと思います。自分を守る上でですよ。自分の身は自分で守るです。設計者には責任が出てくるんで、そのための学ぶことがこれからはとても重要だと思っています。最後にちょっとだけお知らせさせてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、非公開の LINE グループに入っていただいて、リアルな設計者施工者のやり取りを見て学んでもらって、そのまま仕事につなげちゃおうっていうような感じでやっています。まず無料公開されているオープンチャット、まだ何もやってませんが、URL を貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。